今回はチェンソーマンに登場する最強ヒロイン、マキマの正体を徹底解説していきます。この動画の内容は第1部の最終話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。マキマは内閣官房長官直属のデビルハンターで、主人公デンジが所属する公安大麻特異4課のリーダーです。渦巻き状の瞳と整った容姿が特徴の女性で、年齢や身長は公表されていません。部下たちからは恋愛感情を抱かれていたりさん付けで呼ばれて慕われていますが、魔人や悪魔のデビルハンターからはかなり怖がられています。マキマは多面的な魅力のあるヒロインです。まずはその魅力を一つずつ紹介していきます。マキマは優しく面倒見がいい性格の持ち主です。初対面のデンジを優しく抱き留めたり、デンジにうどんを食べさせるといった描写があります。この他にもトラウマレベルのファーストキスを経験して落ち込んでるデンジに対して、ファースト関節キスと称して、自分が舐めていたコーラ味のチュッパチャプスをあげるなどして慰めています。このように距離感が近く親しみやすい性格はマキマの魅力の一つです。好きなタイプを聞かれた際に、デンジ君みたいな人と答えるなど、マキマには魔性の女としての一面があります。その小悪魔的な魅力を最も発揮したのがデンジにエッチなことを教えるシーンです。エッチなことは相手を知れば知るほど気持ちよくなるんだよ、というセリフとともに、自らの全身を触らせるマキマはとても妖艶で魅力的です。またこの時に発した、目が見えなくなっても噛む力で私だってわかるくらいに覚えて、という言葉は最終話への重大な伏線となっています。マキマは無類の映画好きという側面を持っています。デンジとの映画デートの際には、一本の映画に人生を変えられたことがある、と発言するなど、映画に対して特別な感情を持っているようです。マキマは稀にタバコを吸うようですが、喫煙には慣れておらず咳込む姿が見受けられます。ちなみに吸っているタバコの銘柄はハイライトです。このように女性らしい性格や仕草がマキマの魅力と言えるでしょう。マキマの魅力を紹介したところで、次にその正体や能力について細かく解説していきます。マキマの正体は支配の悪魔でありストーリーの黒幕でラスボス的な存在です。作中では人の形に近い悪魔ほど友好的という設定がありますが、マキマも例に漏れず悪魔でありながら人間に対して友好的です。しかしマキマが人間に抱く感情は、人間が犬を好いている感情と同じであり、忠実で扱いやすく賢く愚かという傲慢な考えのもとの行為です。そんな人間への無関心さを裏付けるように、マキマは人の顔を見分けることができず、関わりのある人間すらも匂いでしか覚えていません。この人の顔を見分けることができないという設定ですが、作中ではサメの魔人ビームとデンジの顔が似てると発言するシーンが伏線となっていました。顔がサメになった魔人とデンジが見分けられないのはかなり不自然ですね。またマキマの瞳は未来の悪魔と同様の渦巻き状のデザインになっています。このようにマキマが悪魔であるという設定は、ストーリーの序盤から示唆されていました。続いては支配の悪魔であるマキマの能力を紹介していきます。1、他者を操る命令能力。マキマは命令することで他者の言動を操る能力を持っています。この能力によって契約を無理やり結ばせることも可能です。10の悪魔戦では、空き家天使の悪魔を対象にこの能力を使用する様子が描かれました。またこの能力の対象には死者も含まれており、地獄に落ちた場面では、すでに死亡した通りかに無理やり契約を結ばせています。命令できる対象は自分より格下であるもの、という条件があり、支配が完了すれば、命令通りに操る、洗脳する、契約悪魔の能力を使用する、といったことが可能です。余談となりますが人形の悪魔と契約するサンタクロースも、精巧な人形を代償に悪魔と契約できるという、マキマと似た能力を持っていました。2、他者の悪魔を扱う能力。命令能力に付随して、マキマは支配した人間が契約している悪魔を自由に使うことができます。対象を支配する際は、下腹部からへその緒のように伸びた鎖が対象に接続されます。10の悪魔との対決シーンでは複数の人間及び悪魔と下腹部から生えた鎖で繋がり、それぞれの能力を複合的に利用していました。ちなみにこの能力を複数の対象に対して同時に発動している間は、マキマの頭上に自分の脳の一部で作られた天使の輪のようなものが浮かびます。3、洗脳、記憶の改ざん能力。
マキマは洗脳や記憶の改ざんを行うことができます。作中ではアキが洗脳によってアキの行為を持たされており、また天使の悪魔は以前の記憶を消されて、マキマ自身に敵対しないよう操作されていました。他にも終盤で現れた武器人間は漏れなく洗脳を受けており、全員がマキマに対して強制的に好意を抱かされています。愛人を殺されたクアンシやデンジに好意を抱いていたレゼまでもがマキマに好意を抱いており、異様な光景となっています。4盗聴能力。マキマはネズミや鳥などの下等生物の耳を使った盗聴能力を持っています。作中ではあらゆる場面でネズミ、カラス、猫などが描かれており、世界中のあらゆる会話を盗聴していたと考えられます。ドイツのサンタクロースや岸辺はこの力をかなり警戒していましたが、筆談は可能なことから、動物の目を使うことはできないようです。この盗聴する能力を使用して、ピンツイが中国語で話したシーティーズアイシュオフは死体が喋っている、という言葉を、日本語に訳して意思返しをする場面は鳥肌ものでした。またレゼとデンジが二人きりで話した都会のネズミ、田舎のネズミ、のくだりも、下等生物の耳を借りてしっかり盗聴していたようです。5、物事を掌握する力。マキマは物事を掌握する能力を持っていて、この世から消し去られた存在をも記憶することが可能です。チェンソーマンの世界ではナチスや第二次世界大戦、そして火山大噴火やソアなどといった架空の存在が消えているようですが、マキマだけはこの存在を記憶しています。次はマキマが戦闘時に使用する力について見ていきましょう。まず一つ目は遠隔で対象を圧死させる能力です。終身刑以上の犯罪者を生贄にして対象の名前を口にさせ、手をこすり合わせることで、遠隔で対象を圧死させることができます。この攻撃は京都公安所属の天童美智子と黒瀬雄太郎の契約悪魔である、罰の悪魔の能力を使った攻撃と考察されます。二つ目は見つめるだけで対象が鼻や口から血を流して倒れるという力です。これは闇の悪魔が天使の悪魔に対して同じような力を見せているため、一定以上の強さを持つ悪魔が持っている攻撃手段の一つと考えられます。マキマはこの力を闇の悪魔にも使っており、闇の悪魔もまたマキマに対して似たような攻撃を放っています。また公安隊マニカの加藤と田辺が契約しているカビの悪魔の、生きている者に対してカビを生やす能力の描写にも似ており、マキマがこの力を使用した可能性もあります。マキマがレゼの前に現れた際には、ワープのような能力を使っています。これについては、雲の悪魔が転送能力を持っているので、その能力を借りた可能性が高いです。マキマはその他にも、パン、という掛け声とともに放たれる空気銃のような攻撃を使用しています。マキマがこの力を使用する描写は、銃の悪魔を倒した後に登場するため、銃の悪魔との戦いで支配に成功したと考察されます。ここからはマキマが不死身な理由について解説していきます。マキマは新幹線の中で襲われた際や銃の悪魔と戦った際などにたびたび死んでいますが、その度に蘇っています。その秘密はマキマが日本の内閣総理大臣と交わした契約内容にあります。マキマと内閣総理大臣は、支配の悪魔への攻撃は適当な日本国民の病気や事故に変換される、という契約を結んでいます。つまりマキマが死ぬたびにランダムに選ばれた日本国民が犠牲になっているということです。マキマの残機とも言える日本国民の数は約 1.2 億もいます。このようにほぼ不死身であるマキマを殺すには、1、日本国民の数を上回る回数を殺す。2、日本国民をゼロにする。以上のどちらかの実行が必要となります。またこのような契約のため、マキマは他国だけでなく自国民からも攻めにくい存在となっています。アメリカが復活させた銃の悪魔が、日本に上陸して大量殺戮を行ったのは、マキマの残機を減らすためだったと考察されます。ちなみにこの漫画において真に不死身なのは、悪魔の心臓を持つデンジやサムライソードのような武器人間です。彼らは血を与えられれば、たとえ首が取れても5体満足で復活することが可能です。支配の悪魔であるマキマは作中でも最強クラスの存在ですが、なぜか体そのものは銃弾一発で死んでしまう人間並みの耐久力しかありません。ここでなぜ支配の悪魔の耐久力が異常に低いのか考察しました。支配という言葉は、古くは奴隷制度、現代では DV やモラルハラスメントなど、特定の条件に置かれた人間が恐怖するものです。
逆に現代人の一般的な社会生活を考えた場合、特に平和な日本において支配という概念に対する恐怖心はかなり希薄と言えます。このように支配制度イコール支配の悪魔の能力を恐れる人は多くとも、支配者イコールマキマそのものを恐れる人間は少ないため、人間並みの耐久力しか持ち合わせていないと推測されます。次に日本のトップである総理大臣がなぜ支配の悪魔と契約したのかを考察していきます。10の悪魔の肉片を持つ国は、国民の寿命と引き換えに10の悪魔と契約をすることができます。これは10の悪魔の肉片を多く所持している国ほど強い国という意味です。10の悪魔の肉片は、アメリカ 20%、ソ連 28%、中国 11%、その他の国が 4%、残り 37% を世界中の悪魔が所持しています。つまり日本はアメリカなどと比べると所有率が極端に低いということです。こういった背景から、日本の内閣総理大臣は10の悪魔の肉片を多く持つ国への抑止力として、支配の悪魔と契約をしたと考えられます。そして支配の悪魔を他国への抑止力として使うために、日本が支配の悪魔と契約していることは、事前に各国に伝えてあると考察されます。支配の悪魔の盗聴能力を使えば諜報活動も可能ですし、戦争や争いを回避したい日本にはまさにうってつけの悪魔と言えます。以上のようにストーリーの根幹を担うマキマの存在ですが、第1部の終盤では彼女の真の目的は、より良い世界を作ること、だと判明します。より良い世界を作るために、死、戦争、飢餓、といった概念そのものを、この世から抹消するために、食べた悪魔の名前の存在を消す力を持つチェンソーマンに食べさせようとしていました。自由の国アメリカの大統領は、マキマが全てを支配する最悪な平和が訪れることを恐れて、10の悪魔を差し向けました。一方でマキマは同時に自分が食べられることも望んでおり、これはチェンソーマンの過激なファンとしての言動です。マキマはこれまで26回もチェンソーマンに殺されていますが、なぜか食べられて存在を消されることなく輪廻転生しています。チェンソーマンは支配という概念は消すべきではない、と考えているのでしょう。先ほど解説したように、マキマはチェンソーマンの厄介オタクとしての側面を持っています。彼女の前にチェンソーマン、ポチタ、が現れた際は、感情をあらわにするシーンが頻繁に描かれています。ポチタの心臓を手にした時は、穏やかな顔で頬ずりしており、自分に向かって痰を吐いたデンジに対しては、チェンソーマンにふさわしくないと激怒しています。マキマは自分と同じように強く恐れられているチェンソーマンに対して、何か特別な感情を持っていたと考察されます。マキマのような完全人型の悪魔は少なくともあと3体いると考察されます。ストーリーの終盤で、武器の悪魔たちと4人の騎士がチェンソーマンと戦う最中に、チェンソーマンが目の前から消えてポチタの姿になってしまったという会話が登場します。ここで出てくる4人の騎士とは、ヨハネの黙示録の支配、戦争、飢餓、死を示しています。ヨハネの黙示録で4人の騎士は、それぞれが地上の4分の1を支配して地上の人間を殺す権利を与えられており、人類が最大級の恐怖を抱く存在とされています。先ほどのマキマのセリフでは悪魔と騎士を明確に区別していることから、支配の悪魔を含んだ4騎士の悪魔は、通常の悪魔と異なる完全人型悪魔と考えられます。そのためチェンソーマン第2部では、マキマに代わって死、戦争、飢餓の悪魔がラスボスとして登場する可能性が非常に高いです。ここまで紹介してきたように、不死身でかつ足したような能力を使えるマキマですが、ラストはデンジに敗れることとなります。ラストバトルの肉弾戦では終始デンジを圧倒するマキマでしたが、この時攻撃を受けていたのはデンジの作ったダミーの体でした。本物のデンジはマキマが支配した公安デビルハンターの中に紛れ込んでいて、勝利の余韻に浸るマキマの隙を突き致命傷を与えることに成功します。戦いの敗因はマキマがデンジに全く関心がないこと、でした。マキマは人間の顔を見分けることができず、匂いだけで違いを判別しているため、集団に潜むデンジの存在に気づくことができませんでした。ちなみにマキマを攻撃するデンジの描写は、チェンソーマン連載開始時のジャンプの表紙へと重なっています。マキマの不意を突き致命傷を与えることには成功しましたが、完全に倒すことはできていません。マキマをこの状態で放置しておくと、
日本国民がマキマの代償となり被害が拡大してしまいます。しかしそんな状況を解決する奇策をデンジはひらめきます。その方法はなんと、マキマと一つになる、というものでした。チェンソーマンが幾度となくマキマを殺しても一度も実行しなかった。支配の悪魔を食べる、という行為をデンジが実行したのです。マキマへの攻撃は通じないと知ったデンジは、マキマへの攻撃、と認識されないように、調理して食べるという方法を思いついたのです。これはマキマのことが本気で好きで、頭のネジが飛んでいるデンジだからこその考えと言えます。こうして世界中から恐れられた支配の悪魔は、生姜焼きやハンバーグなど足したような肉料理となって、デンジの血肉に変換されました。チェンソーマンに食べられたいと語っていたマキマでしたが、デンジに食べられてしまうという最後はかなりの屈辱だったでしょう。ここでマキマの名前の由来について解説します。作者によってマキマの名前の由来は、マキマのキ=キをチェンソーできるとママになるため、と明かされています。これはデンジがマキマに抱く感情が、恋愛感情ではなく母性であることを示唆しているそうです。第1部の最終話では、マキマの夢が他者と対等な家族のような関係を作ること、だったと語られています。強力な力を持つマキマは悪魔をも支配してしまうため、自分と対等な存在にはなれず長らく孤独を抱えていたのでしょう。これはポチタの心臓を手に入れた時の、一緒にたくさん食べて寝て幸せな生活をしましょう。というセリフとも一致しています。支配の悪魔はデンジに食べられた後にナユタとして復活しますが、デンジとは対等な家族関係を作っています。ちなみにナユタの初登場シーンでは、冒頭で紹介した目が見えなくなっても噛む力で私だってわかるくらいに覚えて、という、マキマのセリフの伏線が回収されます。以上で支配の悪魔マキマの解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんのお気に入りの場面や気に入ったセリフはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。